ほう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 。前回の動画で45分間で一から曲を作るという企画をやりました。完成するまでのプロセスっていうのをノーカットでお見せしてるので、まだそっち見ていない方はまずそちらをご覧ください。で、そっちの動画見て思ったと思うんですけど、やっぱ制限時間があった分中途半端に終わってしまってる部分っていうのがいくつかあるので、今日はそれをパワーアップさせる回です。このプロセスについてもちゃんと一からお見せしていきます。今日の動画でやることを飛ばしてその先のミックス作業にすぐ進んでしまうと、思いのほかなんか微妙な曲に仕上がってしまうんですね。これからお見せするミックスのこのちょい手前の作業、これをものすごく大事にしてほしいので、今回の動画も最後まで見てくれたら嬉しいです。というわけでこれが45分の間に作った曲の全貌です。これここに至るまでの動画が前回の動画ってことです。というわけでですね、まず最初ボーカルを入れて曲は作っていったんですが、この曲との相性が合わなかったんですね。それを振り返ってボーカルはちょっと違うものに差し替えることにしたので、それがこれですと。これをスプライスからゲットして乗っけてる状態です。なのでちょっと新しいボーカル、ドライの状態ではあるんですけど、それをとりあえず重ねた状態で一回プレビューとしてこの曲をワンコーラス流していきます。っていう前回作ったトラックそのままに新しくこれを入れようと思ってボーカルを乗っけました。なのでちょっと最後の方ね、結構フレーズがかぶっちゃったりしておかしな状態ではあります今は。じゃあ前に使ってたボーカルはなんで合わなかったのかっていうのが、ボーカルのピッチ修正があんまりされていない、もう今聞いたやつよりももっとドライというかエフェクトとかあんまりしていない状態っていうのが分かって、一回じゃあ流していきます。もうこのね、最初の O の時点でちょっとピッチが合ってないんですよね。これオートチューンを使って無理やり b マイナーのピッチに合わせると、このコードにフィットするのがちょっと気づけるかなと。なしだとところどころ合っていない部分があって、それが作ってる最中なんでなんか合わないなみたいな、 b マイナーのはずなのにって思ってて、耳でもっと気づけるように僕も鍛えていかないといけないですね。オートチューン使ってこれを引き続きこのボーカルでもいいかなと思ったんですけど、もっとそもそもリズムとか合うやつありそうだなと思ったんで、スプライスでこれを選んで、なんか最初に聞いてもらうと新しいボーカルの方がちょっとリズミカルで、なんかこの曲に合いそうじゃないですか僕はそう思ったんですけど、でトラックの配置と名前を整理ってとこに進みたいんですけど、これがもうめちゃくちゃ大事だと僕は思ってます。まずトラックの配置をしっかりしてれば、どこにどんな音があるかってその状況をしっかり把握できるじゃないですか。それを視覚的にチェックしやすいようにプロジェクトを整理しておいた方が、無駄な音入れちゃったりとか変な迷いが生じにくくなるんですね。加えて後にやるミックス作業もやりやすくなるので、ちょっと整理整頓の仕方は個人的な主観が結構入っちゃうんですけど、参考にしてもらえたらなと思います。というわけでちょっとその整理していく流れをもうやっていこうかなと。で親戚はとりあえず一回大雑把にシンセって名前つけといて、でリース、これベースかな。自分が把握できるようにっていうことでやっちゃうんで、ベース、頭にベースって書いておくとなんか見間違いしにくいかなと思って。でこれ問題のね、ちょっとどうかな。
これリードシンセ。これも一応シンセと。でこれピアノだけどセラム使ってたりとかちょっとシンセっぽいっていうのもあるんで、一応シンセにも分類しちゃおうかなって。でこの辺ドラム、ここはちょっと早送りかな。でね、こっからトラックをちょっと色とかも変えたりして綺麗にしたい。先にボーカルをまとめとこう。このトラックスタックを作成ってやつでサミングで1個にまとめて、こいつをボーカルと、ボーカルバースとか言うかな。でこの辺がシンセたち、これをサミングスタック同じようにしてシンセで一括りでドラムスか OK でこれも一応 FX っていう風にこう分けとく。こんな感じで要素としては。でこれちょっと結局使わなくなったからちょっとさよならしよっかな。バイバイ。でこっから色ね。じゃあボーカル、まずこのトラックで、そうこれがね意外と個人的にはすごく大事だと思っている。こうやって色を分けておくみたいな。何でもいいんだけどね、色は自分が分かればいいと思います。 OK、 こんな風にちょっとこう配置を変えておいて、かつ色を変えたり名前をこうちゃんとつけといたりして、自分がこうどういう状況かをこうチェックしやすいようにねこう整理しました。でここから前回の動画45分間でやった音の処理とか含めて全部解説していこうと思うんですけど、何をやったかと。音の処理、要はミックス的なことをどれだけ45分間でやったかなんですけど、ほとんどやってないですねとにかく作ることに集中しちゃったんで、イコライザーとかなんかコンプとかそういうあんまりやってないです。リバーブを入れたりとか、例えば最初の音はこれっていう音に対してちょっとリバーブをさらに深くみたいな、こうざっくりこういう雰囲気にしたいっていうことが作ってる時にすぐ思ったやつ、そういうことはその時やりました。でもイコライザーとか例えばなんか本当はねローカットしてとかやるべきものたくさんあるけど、それは作ってる時はアイデアを形にしていく段階ではいいかなと思ってそれ特にリバーブとかぐらいだな。これもそうですね、一緒だ。この音パッドの音ドライだとこういう感じだけど、こんなちょっと余韻ね、この余韻のやつを入れたと。これ以下同文だな。でベースにリバーブこれ入れてたけどこれは使ってないからミュートでベースで、これメインのベースですね。っていう、これはキックとぶつかってほしくないからサイドチェーン、コンプでこうサイドチェーンをやって、これについて解説してる動画あるんでそっち見てください。やり方に関してね、キックとぶつからないようにやってます。なんでこいつがない状態だとこのベースはで、これが入るとキックに対して反応して音が下がるようになってるからってできますと。本当にそのもう一個のね動画の方で詳しく話してるんで、これどうやってやったんだろうっていうのはそっちを見てほしいです。これはメロディーか。そう、この時ねなんかこうメインパートでこうメロディーかなんかやっぱ必要だなと思って入れてて、ちょっとこれ使うのやめようかなとも思ってるんだけど、今んとこまだちょっと整理しながらかな。これにもベースと同じようにこれを入れてます。キックに反応して音が下がるように。もうちょっとこの反応緩くてもいいかなとは思ってる。なんかこう抑揚がやっぱベースと同じようについた方が一体感が出ると思って入れたけど、抑揚つきすぎてもバランス悪いかなっていうのが現状の反省点で、これはこれちょっと終盤で確か入れたんだっけな。ちょっとこのコードがただシンプルになってただけだったから、そこにこうもうちょっとグルーヴをつけたくって、なんかこうリズム体みたいなやつなんで、こいつにも同じくこれを入れてますっていう、なんでこうコピペしてってね、急いでこうポンポンポンってやったんで、同じような設定のエフェクトがなんか1個ぐらい入ってるみたいなのがやっぱ各トラック多いですかね。ドラムなんかはもうキックちょっとねこうフィルターがかかってほしかったから、メインパートでははっきりした音だけど、オートメーションでこのシングル EQ 使ってちょっと最初こもらせた。あとちょっとこうドゥン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 っていうのがコーラスそのメインだったけど、バースはちょっとこうもうちょっと乗りやすい普通のリズムにしたくて
なんかこう四つ打ちに近いやつ、このスピード感だとそれが似合いそうと思ったんでそんな感じにしたと。でクラップ、これはメインパートで来てるやつかな。もうちょっと合うクラップありそうだけど、ちょっとこう乾いたクラップの方がはっきり聞こえそうかなと思ってそれを入れたんだけど、本当に乾きすぎちゃっててドライすぎちゃってて、ちょっとこう止まっちゃうんですよね。なんでもうちょっと余韻がパン少しだけ欲しいと思ってリバーブを入れてちょっと 0.5 秒だけ。ほんとちょっと微妙だけどね、なんかこうちょっと余韻があったらかっこいいかなと思って入れました。あとこれはね、この裏打ちで入るようなこうループのパーカッション、ハットも少しいるけど、こいつもこの手前のパートではこうやってフィルターして少しずつこう聞こえてくるみたいなのをやりました。っていうね、こうフィルター使うとこうバースではちょっと抑えといて一番盛り上がるドロップコーラスの部分でこうドーンってはっきりなるっていう違いを作れるんで、若干こいつがもともと音がそんなにこうハイがこう高い音があんまりいない気がしたんで、正統派なちゃんとしたハットをその後加えたっていう、こいつらはセットかな。でシンバルのクラッシュ、これはこうパートが変わった瞬間にバーンって入れるやつね。でそれが来るよって見せるこうメッセージのためのリバース、シンバルクラッシュが来る手前にこう入れた感じですね。で最後FX さっき流したけど、これは始まった瞬間だからちょっと静かな感じでいきたいなと思ってインパクトのハイの音、あんま重くないやつ、大きくビートが来るポイントだったから、ここにはでここでなんか本格的にボーカルが来る予定だったから、ビートが来る予定だったから、こっからよりこう力強く始まるよっていうメッセージ。あとはここの大きくブレイクダウンする場所、あんまりこうなんか短い頻度で同じ音が来るのもちょっとどうかなとは思うけど、いいかなとりあえずっていうところです。これが45分間で行った音処理、だいたい今全部話せたんじゃないかな。そう、こっからだやっと、ここまで割と紹介だったな。ラスト45分ぐらいのところ動画で見てほしいんですけど、前回のなんかねずっとボーカルチョップを僕は挑戦してたんですね。でそれが最初にLost in desire, you take me higher っていうこういうボーカルループを見つけて、これをこうチョップしようと思ってサンプラーに入れて、で現状がねとりあえずいろいろこうなんか検証してる中で出来上がったワンループをもうただ繰り返しただけだったんだけど、ちょっとこれだけだとさすがに寂しくて、前回は最終プレビューの時この音は流さなかったんですね。このフレーズをちょっと変化作りたいなと思ってて、大まかにこれでいいかなとは思うんだけど、それをちょっと今からやろうかな。そうだ、こんなことをしてますと。もともと何もないとっていう音なんで、まずこれをこのリトルオルターボーイアルターボーイちょっと発音わかんないでフォルマントを少し下げてちょっとこう声質を低くしてますっていうやつ、マイナス2にしてると、これもしかしたら後でちょっといじるかも。でその後 OTT コンプですね。これでちょっとこう音のエッジを効かせてる。で仕上がってきたからリバーブ単純すぎるけどちょっとこれリバーブ効きすぎかなと思うけど、それは後でかな。でこっからちょっとこのフレーズをいじっていこうかな。最初1周目はこれでいっかな。でこれもう一回次一緒だと飽きちゃうからリズムは一緒でなんか場所を変えたい。これはほらちょっといい感じになりそうです。
あーいい感じ。だだだだだだだ。さっきいいのがあった。うんうんうん、悪くないと思います。でもう一回これ繰り返した方がいいかな。あんまり変えすぎると変だから。ここかな。こう要は締めにしたいんで、音を最後のこの本来のボーカルの多分この終わりの部分なのかな。でっていう。なんかこんな感じかな。例えばこれでちょっとこう一部変化が生まれたんで、ベロシティがばらけてるから一旦同じにしようかなこれ。まあ最初のただ繰り返しよりは悪くないかな。でこれを使うんだったら、これがこいつ自体はユニークで好きなんだけど、ボーカルチョップとかでやった方がなんかこう耳に残るかなっていう。まあこれは本当人それぞれだと思うんで、ここは別にあんま参考にする必要はないかもしれない。みたいな。でこれ逆だな。こうしたい。の方がいいかな。だが折り返しに来た方がとかね。まあちょっとこれ直感的なんですけど、まあちょっとそう思ったと僕は。でちょっとかっこよくもう少し詰めてもいいかな。このフォルマント、これを動かしてみよう。Z がねファニーでやってたテクニックに近い。ちょっとそれに今影響を受けてる少しずつこうやって変化する。もっと複雑に作り込みたいけど、まあ今はとりあえずこんな風になんか違いが生まれるとかっこいいかもって思ったんで、ただの繰り返しだけじゃなくてさらに声自体も変わってるみたいな。まあこれをねこう時間をかけてもっとこのタイミングでこういう高さになってほしいとか詰めたいとは思うけど、まあこれぐらいにしようかな。まあこういう変化を作るとちょっとこう味が出てくるかなっていうやつですででさっきのやつせっかく作ったからこれをここでもやってみようかな。イントロとしてのなんかこうなんていうかこうキャラクターはこう出てきたかな、さっきよりは。でなんだっけ、シンプルなシンセにキャラを作る。これだ。これが普通にコードが鳴ってるだけなんですよね。みたいな。ただコードドゥーってなってる状態。もうちょっとこう変化があったらいいなっていうのがありましてですね。シェーパーボックス。ちょっとこれを使ってチェーンスモーカーズがなんかの曲でアコギでやってたやつ。ファ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 みたいな。それをやろうかな。そうでね、これを初めからやってたら結局なんかこうリズムがついただけなんで、これをバースに入ってから来るようにしたい。だから最初こうゼロにしといて、そうこんな感じ。この辺から変わるっていう5小節目ぐらいからっていうのをちょっとやってみたいなっていう風にちょっと思いついたんで、まあこんな風に
徐々にこう変わっていくっていうのが伝わるような入れ方。原因を今入れました。で原因でもう普通にシンプルに上げちゃおうかな、音量ここからより目立つようにね。まあいろんな音も入るからでかくしてもいいだろうっていううんいい感じだと思うよ。でそうだ、こいつもキックに対して音のダッキングがかかってほしいから、ベースに入れてたこいつをここにパッドにも入れてあげて、かつこの人はそんなにきつくかかんなくてもいいから、まあ9デシぐらい。 OK、 だいぶ良くなってきた。でこの曲このパッドの音一つで結構ずっと軸を作ってるから、もうちょっとなんか変わってほしくて、さっきね見たらね、ここで音をちょっと少し変化作れたんで、少しこのなんていうのかな、ソーウェーブっていうのかなこう波形の名前が分かんないな、ちょっとこうギザギザした音がこれによって加えられるから、こいつもちょっとオートメーションでいじろうかな。うんただずっと鳴ってるよりはね、よっぽどマシじゃないかな。まあもうちょっとはっきりした音でもいいかもしれないけど、まああえてここで終わらすというのもなんかクールかなっていう。で最初がまあもちろんね、味の付け方っていうのはこう薄味がいい人もいるから、最初のこうあえてシンプルなやつが好きって人もいるかもしれないけど、僕はなんかこういう変化が欲しいかなと思いました。でオートメーションで変化を作るってやったな今結構結構やりました。なんかね、むやみに音を増やさずに、だけど曲全体が飽きないようにこう踊れるようにするためにはすごい大事かな。まあそういう上でオートメーションっていうこうなんだろう、考え方を常に意識しておくといいかも。なんか変化作りたいな、よしオートメーションやってみようみたいな。であともっと雰囲気を作りたいってすごいふわっとしてる話なんですけど、まあこれも結構、まあ、この曲がこれが仕上げ段階だとしたら、こっから文字通り雰囲気増やしていくためにこういう音聞いてもらった方が早いですかね。とりあえず b マイナーで作ってるから b マイナーでいいのないかな。まあこんな感じの音、ふわーっとしてるけどその曲のテーマを感じさせるというか、空間をすごくこうなんだろう感じ取れるような音、これが後ろにいるいないで結構本物感が出やすいんで。だからこう急に出会ったこうピアノのフレーズとかが実は今作ってる曲に合うとかっていうのもあるかもしれないから、そういうのはなんかガンガンこう取り入れてみても面白いかも。例えばこれとか合うか分かんないけど、なんかすごくシリアスな雰囲気に持っていけそうだと思ったから、これも実験です。ちょっと入れてみようかなっていう風に。アトモスフィアアップルループなんでこれもう変わってますね。じゃあこのまま使えるか。聞いてみると、でイヤホンとかヘッドホンで聞いた方、今聞いてる方分かるかもしれないですけど、こう右から聞こえてますよね。これがちょっと右だけになってるのが違和感かもしれないから、もうちょっと全体でこう混ぜた時どうかなっていう。右で鳴ってるっていう感じが特徴でいいとは思うんだけど、個人的にはできれば真ん中になってほしい。真ん中というか両サイドで存在していてほしいと思ったんで、ちょっと原因を入れてこれでモノラルにしちゃまず。で音が今中央から鳴ってる状態にしたんですね。そう、ちょっとできればヘッドホンとかイヤホンで聞いてほしいですね今のところは。モノにしてからコーラスとかやってみたらどうかな。これが真ん中になってて、コーラス入れるとこうなんか両サイドから聞こえる感じ。
でこれの方がなんか個人的には音のちょっと今エフェクトで変わった感じも好きかな。OK、まあこういう感じの要素、これをちょっともう1個2個ぐらい、もしちょうどいいのがすぐ見つかれば入れてみようかな。ちょっと次はじゃあキー変えてみよう。例えば A シャープマイナーで探して、それを1キー上げて B マイナーとして使うとか。例えばこういうピアノのアルペジオ、これが今 100bpm でしょ。多分これ130にしたらめっちゃ速く感じるじゃないですか。なんだけどそれをちょっと承知の上であえて入れてみて、これも実験ですよ。どうなるかなみたいな。はい、でこれ解析して、で100にして、で1個上げる、ここで。そうするとかなり速くなる。でこれで例えば普通に聞いてどうかなとか。ベースラインとの相性はいいけど、他のフレーズが入るとちょっと喧嘩するかな。まあボーカルとかも入った時にこれがもしかしたらいらないねってなるかもしれないけど、これも入れてみよう。でこれもさっきと同じコーラス入れて、ちょっと違うアトモスフィアが来るけど音の特徴が近いみたいにできたら、もしかしたら違和感が減るかも。でちょっとこうずっとふわーっとなってる感じがもしかしたらつまんないから、またさっきのシェーパーボックスとかを入れたらどうかな。これはどうかな。ここに OTT でちょっとハイを目立たせようかな。ただやっぱピアノの音ってミッドが目立つから、やっぱボーカルが入った時にちょっとこれがやかましいってなるかもしれないけど、まあ一旦置いとこうかな。OK で、ここの余韻、今リバーブのこう余韻が残ってたけど、もしかしたらボーカルの入り次第でここで他のシンセの音がスッて消えた方が、ポキってなった腕じゃない、指スッて消えた方がなんかボーカルがこうフォーカスされて、次のドロップいった時かっこいいみたいなもなったりするから、ちょっとそれだけやっておこうかな。こことかね。こういう風にしっかり消えると、それだけでもね、おーってなる。そう、これもかなり余韻がついちゃうから、ここで消えるようにした方がメリハリがつくかも。これもね、これぐらいだったら逆に残ってる方が自然とかもあるかもしれないけど、一旦これも原因で下げといて。ちなみにこれ頭いい人はグループトラックに原因入れてまとめて下げちゃえばいいじゃんっていう風に思ったかもしれないんですけど、それめっちゃ頭いいんですけどなんかね、一個一個にやっとくと、この音はあんまり下げないでとかって後で調整が効くから、今はこう一個ずつやっちゃってますね。これそっか、これもうちょっと軽くリバーブ入れるかな。でこれはちょっとリバーブがすごく浅くて繊細に残る感じが、こうちょっと余韻が見えてるぐらいがおしゃれな気がするから、そうするとこの今の音だけが残る。なんか今更気づいたんですけど、僕あれですね、ベースをここに入れちゃってるな。シンセに入れちゃってる。これ嘘。これはごめんなさい、嘘です。
ベースはベースで分けておきましょう。はい、ごめんなさい。ちょっとなぜかすごいバカ野郎なことをしていて、ベースグループを作らずにシンセと混ぜちゃってたんですけど、ベースはベースで分けといた方がいいです。シンセとは別でこうやってやっとく方がいいですね。この方が一回しっかりボンって落ちるから、次のこうメインがいった感じが出やすいかな。OK。まあこんな感じでちょっとアトモスフィアの話からいろいろ飛躍しちゃったけど、もっと雰囲気を作りたいと、こういうやつですね。あとフィルを追加したい。フィル追加しよう。これはボーカルがどう入るかによってドラムフィルをどう入れるかも変わってくるんだけど、ドラムフィル、ちなみにフィルって何かっていうと、とかこういうやつ、こう間でたまに来るやつ、こういうのを入れようかなって。てかこれいいな。これはシンプルだからこのまま使ってもいいかも。タン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 ツッタンツッタンタンで、こういう時はちょっとボーカルのこう感じを聞いとく。まだドライだけどね。トゥン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 パンパン。シンプルかな、ここはの方が乗りやすいと思う。ボーカルチョップとボーカルがぶつかってる。もうちょっといろいろ入れてみますか。フィルをまた検索してみよう。あえて105から140、ちょっとこう幅広い範囲で探す。例えばこれのタタタタっていう最初の場所使いたいなとか。すごくクリーンでいいな今の。これも一応取っとこう。今のやつのブルーって部分とかもかっこいい。なんかこいつはこう派手すぎないから使いやすいかも。このスナップのピーンって音も他の2つにはいない要素だから結構使えるかも。トゥンタンタン。キャッチーでいいけどな。どうだろう。ここでずらそう。テクテクテテテンテン。とかね。こうやってこういくつか組み合わせて作るのも面白い。やってみて。やってみてください。これもうちょっとね一体感作りたいけど、今一旦例としてこんな感じでやるといいかなって言いながら、どうしても気になったのはここのピーンだけリバーブで飛ばしたいな。そう、これをここに入れたらちょっと変わるかな。ここにあんまぴったんこ合うって感じはしないけど、こういうのが入るとかっこいいって思ったのは事実。ここの方がいいのかな。ちょっと待ってね。ピンピンタタタン。でこのブルーをここに入れよう。こうかな。ツンタタタン。ここがどうかな。これがちょっと音がこもってる感じがする。次のピーンって音がリバーブかかってるから、こいつもちょっとウェットにしよう。そうこんな感じ。ちょっと響きすぎでちょっとここ動画だからあんまり言い訳始まるよ。こっから動画だからあんまり考えても時間足りないんで、ここら辺で終わらせようかな。
このボーカルとボーカルチョップが被ってるから、一旦全部ボーカル頼りっていうのもちょっとあれだから、最後これを使う方向で今はプランしとこうかなと思ってます。でこれを書き出します。これをバウンスピで、何をしたいかというと、このフォー、ここをめっちゃ響かせる。めっちゃ響かせます今から。でまた波形にします。これでこれ逆再生します。で逆再生してもう一回書き出そう。 OK でこれをこの辺いらない、ふおーってやつ、これそうこれってやりたかったこれは結構ねおすすめの方法。新しい音入れるときにちょっとまず垣間見せるみたいなね。はい、フィルも入れたと。 OK。 はいっていう感じで結構長丁場になっちゃったんですけど、こんな感じでちょっとこう直したいところをピックアップして、この動画で収められる範囲ではあったんですけど、こう細かいところをね、前回の動画ではできなかった部分をこうやっていきました。で、これ最終的なやつをね聞いてみましょう。でボーカルを一回ドライだから、これ特に今本当に何の処理もしないからトラックとのバランスは悪いし、まだミックスは始まっていないから、全体のこうね音量バランスとかがちょっと中途半端ではあるけど、一回ここまでの状況を流しましょう。はい、こんな感じでとりあえず、ちょっとドラムフィルがね今こう唐突すぎてちょっと違和感まだあるんだけど、リズムちょっとやりすぎかなっていう反省はあるけど、それもこの先のミックスとか、あとボーカル調整の時にこうそことのねバランスを見ながらやっていくと、曲全体がこう一体感出てかっこよくなるかなっていう、今のところ、順調にいってる方かなと思ってます。はい、これがこの動画、今日の動画の要はミックスより手前のすごい大事だと僕が思ってる部分をフォーカスした話でしたと。でここから先の動画で触れていくのが、そういうミックスの話、みんなが一番気になっているであろうミックスとかボーカルも含めた調整の仕方とマスタリングまでちゃんと今回話そうかなと思っていて、もちろんマスタリングの方もね日々僕も学びながらやってるので、直近の僕がいいかなと思ってるベストな方法を話せる限りちょっと取り上げていこうかなと思ってます。なのでこの曲が最終的にどう仕上がるか、そこまでどう行き着くかをもうちょっと仕上げられるように僕も頑張っていくので、ぜひぜひ最後まで見ていただいたら嬉しいです。というわけで結構長かったですけどね、最後まで見てくれてありがとうございました。Your kiss tastes like poison.